4歳の少女を誘拐しバラバラにした男。彼はグツグツと音を立てる鍋を見つめながら嬉しそうに笑みを浮かべていました。2009年1月2日、中国広東省広州市、警察はチャコン通り6番街の奥にある一軒の家を訪れました。静かだな、誰もいないのか。その家は電気が消えており、警察が呼びかけても誰も応じる気配がありません。しかし玄関の扉は半開きになっており、留守にしては少し違和感があったんです。警察がそこへやってきたのは、その日行方不明になった少女リー・リンリーを探すため。彼女は祖父が外出する間、近隣の雑貨屋に預けられていましたが、そのわずかな時間で姿を消してしまったんです。近隣住民から怪しい男がいると聞き、通りの奥のその家にたどり着いた警察。その家の住民は戦争映画を眺めてニヤニヤしているような聞くからに気味の悪い男でした。そして彼が人の死を描いた作品に興味を惹かれていた理由がこの後明らかに。男はその家の中で少女を鍋の具にして食べていたんです。4歳の少女を誘拐し食べてしまった男。少女を巧みに操り連れ去ってしまったその卑劣な手口とは。孤独な日々で心を歪ませていったその男は、過去に体験したその味をもう一度味わいたかったです。おそすけんちゃんです。いや、みやみこんです。いやね、みやさん、この間ね、うちの元インターン生たちにね、ちょっとご飯を誘っていただいてね、行ったんですけど、いいよね。純粋に。いいよねしか出てこないぐらいいいよね。巣立ってった後輩じゃないですけど、そういう子たちがさ、ね、外で頑張ってさ、一緒にご飯食べて近況聞くっていう、なんかお父さんの気持ちになっちゃった。不思議なものよね。過去を振り返りながらご飯を食べるってなんかね、思い出の味がして美味しいというか。まあそうだね。過去の話ばっかするのは良くないと思うけど、たまにね、そういうのはいいよね。過去と人の悪口の飲み会には行くな。未来を語る飲み会に行け。そういう結論。今回ご紹介するのは中国で起こった誘拐殺人事件について。この事件は4歳の少女が保護者がね、目を離した隙にさらわれてしまうという事件なんですが、この後ね、グロすぎる結末が待っているんです。何グロすぎる結末って、少女が一体どんなひどい目に遭っちゃうっていうのよ。それがですね、あまりにも常軌を逸していて、口にするのもはばかられるようなものだったんです。いつもの遊び慣れた街で瞬く間に姿を消してしまった少女。彼女をさらった犯人はこれまでに事件を起こしていないのが不思議と言わざるを得ないほど、見るからに怪しい人物だったんです。奥地の住人。2009年1月2日、中国広東省広州市、約100メートルの長い路地に住宅が並ぶチャコン通り6番街では、朝から住民たちがざわついていました。うちのリンリーがいないんだ。誰か見なかったか。年配男性のリー・マオファオが探していたのは4歳の孫娘リンリー。リンリーの両親は仕事が忙しく、いつも祖父のマオファが面倒を見ていました。しかしこの日は偶然知人に廃品回収の手伝いを頼まれており、彼は家を空けていたんです。その間リンリーは祖父マオファと仲が良かった雑貨屋に預けられていたのですが、店主が忙しく1時間ほど目を離した隙にいなくなってしまったというんです。祖父は近隣を駆け回りリンリーを探しますが、町の人々は誰も彼女の行方を知りませんでした。今回のケースのようにね、中国では両親ではなく祖父母が子供の面倒を見るっていうのもあるっちゃあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、中国における祖父母の育児参加について。中国の農村部では古くから両親が出稼ぎに行く家庭が多く、子供の面倒は祖父母が見ることが一般的でした。そして近年は都市部でも祖父母が子育てをすることが増えているといいます。2010年に上海を対象に行われた調査では、祖父母が子育てを担っている割合は全体の 84.6%、両親が仕事で忙しくても保育所に入所している子供は 12% と非常に少ない結果が出ているんです。近年のこの風潮は一人っ子政策世代の人たちが成長し親になった影響とも、両親から多分に愛情を受けて育った一人っ子政策世代の人たちは大人になっても親への依存度が高く、祖父母に子供の養育を頼むケースが多いんです。行方不明になったリンリーを探し、近隣住民たちに話を聞いて回っていた祖父マオファ。通りの入り口に住む年配女性がリンリーを見ていないと話したため、彼女はその通りを出て行っていないように思いました。しかしそうだとすれば、それほど広くなく顔見知りばかりのその通りの中で何時間もリンリーが見つからないのはおかしな話。結局彼女は昼まで探しても見つからなかったため、祖父マオファは警察に通報するんです。そこから警察は通りの住民に1件ずつ聞き込みを実施すると、1
人だけその通りに住む人物で怪しい男の存在が。俺は話したこともないが変なやつだよ。いつも女物の洋服を着て歩いててさ。住民の多くが会話さえしたことがなかったために見逃されていたその人物は、通りの一番奥に住んでいる張という男。小柄で痩せ型のその男はいつも女性用のドレスやランジェリーを着て通りを歩いていると言います。単に女装が趣味なだけなら問題はありませんが、張には明らかな気候が見られていました。彼はいつも家の玄関で刃物を振り回して通行人を威嚇していたんです。その異様な振る舞いから通りの住民の誰からも避けられていた張。祖父のマオファも彼には話を聞きに行っていなかったため、警察はもしやと考え張の自宅を訪ねるんです。いくら変わり者だって言ってもさ、家の前で刃物振り回してるのはヤバすぎるでしょ。その時点で通報されてもおかしくないですよね、うんそして警察がこの張という男を訪ねると、家の中にはかなり不気味な光景が広がっていたんです。あの子の肉。リンリーがいなくなった1月2日の夕方4時、警察はチャコン通り6番街の奥にある張の家を訪れました。玄関の扉は半開きで、家の中は電気が消えている様子。張さん、警察です。おられますか？警察はそうやって家の外から呼びかけますが、中から応答はありません。そのため警察はその半開きの扉に手をかけたのですが、なんだ。警察が手を触れた瞬間、内側から力強く閉められたその扉。家の中では張が必死にその扉を押さえていました。何をしてる？開けなさい。明らかに不審な張のその振る舞いに、警察は数人がかりでその扉を引っ張りました。そして玄関の扉が開くと、そこに広がったのはとてつもない悪臭。家の中には弁当の空箱やビニール袋などのゴミが足の踏み場もないほど散乱していたんです。さらにこの時警察はリンリーがその家の中にいることを直感しました。なぜならその家のカーペットには血痕が付着していたんです。もう殺されちゃってるってこと？そうなんです。ただね、警察が張の家をいくら探してもリンリーはなかなか見つかりませんでした。なぜなら彼女は普通は人が入らないだろうと思われる場所に隠されていたからなんです。警察がカーペットの血痕について張に尋ねると、彼はとっさにこう答えました。アヒルの血です。しかし警察にはその言葉がどうしても信じられなかったんです。張の部屋のベッドサイドに積まれているのは大量の子供服。いつも女性ものの服を着て街を歩いている彼のこと。子供服を集めていることも趣味と言われればそれまで。ただ警察にはその子供服の山が張の小さな子供への執着を表しているように思えたんです。ところが手狭なその部屋をいくら捜索してもリンリーの姿は見当たりませんでした。おかしいな、この男は誘拐犯じゃないのか？同僚と小声でそう話しつつも、警察もその日は捜査を切り上げようとしていたんです。そして念のためこの中も見させてもらいます。警察が手をかけたのはその部屋の隅に置かれていた冷蔵庫。その瞬間張の顔色は一気に変わりました。なぜならその冷蔵庫の中にはリンリーのバラバラ死体があったから。小さな冷蔵庫に4歳の女の子が入れるとは思えず、完全に油断していた警察はその中の光景にただ唖然としていました。冷蔵庫の上段には目を見開いたままのリンリーの頭部が、そして下段には体の様々な部位が白いビニール袋に包まれた状態で入れられていたんです。気になるのは張がなぜリンリーをバラバラにしようと思ったのか。その場にいる誰もが戦慄する中、張は確かにこう言ったんです。あの子の肉はとても美味しかった。キッチンのコンロの上にはさっき彼が食べ終わった鍋が、その鍋はそこで起こったあまりにおぞましい出来事を静かに物語っていたんです。張はリンリーを食べたってこと？しかも美味しかったってさ、もう悪いとかみじんも思ってないやつじゃない。ここまでのね、彼の気候からもわかるように、張はまともな精神状態ではなかったんです。家庭環境に恵まれず、長く孤独に過ごしてきた張。その孤独な生活が彼の心を歪ませてしまったんです。壊れていく心。1974年、四川省の田舎町で生まれた張は苦難に満ちた幼少期を過ごしました。母は張がまだ幼い頃に他界。彼は兄弟と父親と暮らしていましたが、父はアルコール依存症でまともに働けず、生活は困窮していました。クソガキ、酒が足りねえぞ。日夜酒によっては暴力を振るう父親。耐えきれなくなった張は15歳の頃に実家を飛び出し、広東省の工場で働き始めるんです。そうやって自分で人生を切り開いた張でしたが、都会で仕事を始めた彼は常に孤独でした。張はこの頃から周りの人間とコミュニケーションを取らず、ろくに会話をしようとしなかったんです。貧困と暴力にさらされた幼少期は張の心にそれほど深い傷を残したのでしょう。その誰とも接さない日々の中で張は少しずつ壊れていきました。ずっと人と関わらずに暮らしてるとさ、変な妄想するようになるわけ？だとしても人食べたくなるみたいなのが絶対おかしいと思うんだね。思考が偏ってしまうっていうのはあるんで、精神をね病んでしまうっていうのも起こり得たのかもしれないんです。
蝶が誰とも話さないため彼の異常性は長く見逃されていました。しかし後から考えてみると、蝶が町の人たちにその片鱗を垣間見せる機会は何度かあったんです。例えばそれはチャコン通り6番街の人々が街角へ集まりテレビを見ていた時のこと。普段人とコミュニケーションを取ろうとしない蝶がその日は珍しくその輪の中に加わりました。テレビが映していたのは戦争映画。その映画を眺めながら蝶は小さくこうつぶやいたというんです。人間の肉は実はとても美味しい。孤独に過ごす日々の中で蝶は統合失調症を患っていました。ただ町の人がそんな事情を知るはずもなく、蝶を気味悪くは思っても彼が本当に食人行為を実行に移すなどとは誰も思っていなかったんです。可愛い独り言言ってただけってんならただの変な人で片付けられちゃうからね、これで家族もいないってなると、なかなか病気だって気づけないわよね、普通ね。おっしゃる通りね、彼には頼れる家族がいなかったっていうのが一番大きかったのかもしれないんです。そして蝶はこの後ついに食人行為に手を染めるんですが、少女を誘拐したその手口はかなり巧妙だったんです。誘う男。2009年1月2日の朝、4歳のリンリーは出かけていく祖父の後ろ姿を見送った後、預けられた雑貨屋の前でお菓子を食べていた。そんな無防備な彼女に少し離れた位置から視線を送る男が一人。女性ものの服を身にまとったその男は、そう、蝶だった。小さい子供はすごく美味しいんだ。偶然鍋の材料を買いに行く途中の道でリンリーを見かけた蝶。保護者不在のそのタイミングは彼にとってまたとないチャンスだった。蝶は持っていたカバンから何かを取り出し、リンリーによく見えるようにそれを掲げた。わあ、バービーちゃんだ。嬉しそうに蝶の元へ駆け寄ったリンリー。彼女は目を輝かせながら蝶が手にしているバービー人形を見つめていた。家にたくさんお菓子があるんだけど来るかい？うん、行く。リンリーは屈託のない笑顔でそう答え、蝶の後ろをついていった。誘われるまま何の疑いもなく蝶の自宅へやってきたリンリー。玄関の扉を閉めたその瞬間、蝶は豹変し彼女の首に手をかけました。リンリーが息を引き取ると、蝶はその遺体をベッドへ運び肉切り包丁で切断。8つに分けた肉片のうちの2つを洗ってスライスし、その日の鍋の具にしたんです。気持ち悪いなこいつ。残りの遺体は後日食べるため冷蔵庫に保管。逮捕後、蝶はそれが一切悪いことではないかのように淡々とその犯行の経緯を説明しました。醤油で煮込んだらとても美味しかったんですよ。嬉しそうにそう語る彼を前に、取り調べを担当した警察官でさえも恐怖を覚えるほどだったといいます。そしてここまでご覧の皆さんの中には、蝶がリンリーをさらった際の手口がやけに手慣れていると感じた方もいるのではないでしょうか。まるで小さな子供を誘拐して食べることが初めてではないかのように。初めてではないってどういうこと？蝶はリンリー以外にも食べたことはあるってこと？確証はね、得られてないんですけど、可能性としては十分にありえますよね、これ。今回の事件から学べることなんですけど、普通はね、大丈夫だろうとか、危険じゃないだろうっていうところからね、子供に危険が及ぶってことは全然あるんで、子供のいるね、皆さん、本当に一層油断せず目を離さないっていうのは徹底していただきたいです。とはいえね、ずーっと1秒残らず見れるわけにはいかないんで、子供自体にも知らない人についていかないとか、誘拐されそうになった時の対処法を含めて教育するっていうのがすごい大事だなと思いました。警察は蝶の自宅を家宅捜索する中で、彼が日々思いを綴っていたノートを発見しました。人肉はとても柔らかい。子供は弱いから捕まえやすい。その内容は蝶が以前からずっと子供をさらって食べたいと考えていたことを物語っていました。その他、蝶の自宅からは頭のない人間、切り刻まれた人間の絵なども見つかっているんです。ひょっとするとその絵は彼が実際に犯行に及んだ際のスケッチだったのかもしれません。なぜなら蝶が暮らしていたチャコン通り6番街では過去にも子供の失踪事件が頻発していたから。蝶が逮捕されたことで未解決となっていたそれらの事件についても多くの証言が寄せられました。賃貸住宅が100軒近く並んでいるチャコン通り6番街は住民の入れ替わりも激しく、これまでの失踪事件では犯人特定は難しいと考えられていたんです。また、ただでさえ誘拐や人身売買が横行している中国において、その場所にずっと住み続けている蝶が誘拐犯というのは意外な盲点だったのかもしれません。ただ、子供たちの失踪事件について直接的な証拠は何もなく、蝶がそれらの事件に関与していたかどうかは結局不明のままとなっているんです。事件から8ヶ月後の2009年9月、殺人、死体損壊などで有罪となった蝶に下された判決は死刑。刑は即座に執行されました。蝶がそうだったように誘拐事件を起こす犯罪者はいつもの遊び慣れた場所から誰にも気づかれずに子供を連れ去ってしまうんです。僕ら大人がよく見ておくのは当然のこと。甘い罠で誘う大人に騙されないために子供たちにどのような教育が必要だと思いますか？